色肌ギャルちゃんのメイクから姿を隠すように、メイク落としをしていきたいと思います。コンビニとかでも買えるビフェスタ、これが一番落ちるんで、私はいつもこれ使ってます。オイル入りでもオイル入りじゃなくてもどっちでもいいんですけど、いっぱい枚数が入ってて、これガンガン枚数を使わないと落ちなかったりはするので、もうバシバシに使えるようにいっぱいの量のやつを買ってください。じゃあ早速落としていっちゃいたいと思います。まずは手袋をもう外しちゃいたいと思います。先に外さないと多分こういう服とかもシミになるので、できればこういうのを落としてウィッグも外して、でもウィッグネットは外さないで落とすと多分一番いいですね。髪の毛に動乱ついちゃうと落ちにくくなっちゃうので、今日は現状復帰してちょっとメイクも少しナチュラルにはして帰れるよっていうことをやっていきたいと思います。そのまま帰る人とかもいると思うんですけど、目立っちゃうとね大変だと思うので、そのままじゃなくて帰れるよってことを外でできるよっていうのを習得したので、それを伝授しちゃいたいと。まずはですね、このままちょっとやるんですけれど、まずはこのキラキラを剥がしていって、そっと剥がして全然大丈夫なので急がなくていいです。こういうのは本当に勢いよく剥がしちゃうと皮膚が突っ張られちゃったりとかするので、つけまつげとかにそっと剥がしてください。慣れてない人とかほんとそっとやってくださいね。この辺は急がなくていいと思うので。今つけまつげとキラキラを外した状態、これだけでだいぶ地味な顔になったと思うんですけど、ここのほっぺをギューッと、これもほんとゆっくりやってください。ゴシゴシこすっちゃうと良くないと思うので、優しくこう染み込ませて、こうそっと撫でるように落としていってください。さっき塗った順番とは逆に落としていってます。ここの貼った部分とかはほんと優しく落としてください。さっき鼻の穴をいっぱい塗ってくださいって言っちゃったんで、最後鼻の穴を落とすとき残んないように気をつけてください。残っても支障はないんですけど、鼻の穴が緑の人になります耳と鼻の穴は逆にさっきよく塗ってくださいって言ってた。あと生え際ですね。生え際とかおでこはニキビになっちゃったりしないように顎とかもよく落としてください。色がついてるとオレンジの人とか黄色の人は意外と落ちきってるかわかんない時もたまにあるので、暗い場所だと軽くしたりライトつけたりしてよく落ちてるか確認してください。もうなんか両手で持っちゃった方がちなみにめっちゃ落ちます。もう真緑です。口の周りとかも荒れないようにゆっくり落としてください。帰ってからですね、またちゃんとお風呂に入ってゆっくり落としてください。体とかは残ってることが多かったりするので、お風呂用のボディータオルを使って落としてくださいね。動乱を塗るときに最初に下地を塗る人は塗るんですけど、物によって浮いちゃう人もいるし、帰りが落としやすくなる人もいるし、それも結構人それぞれになっちゃうんですけど、下地を塗っておくと落ちやすくはなります。よれやすくもなったりする人もいるので、下地の内容によりけりですかね。そこは毛穴なくなる下地はあんまり効果がなかったです。私はなんで目だけ残してるかっていうと、ヒーローみたいだからですそこ以外に特に意味はないんですけどなんとなく上と下で分けてみました。違うよみたいな感じで。腕とかは落ちづらいです。結構正直お風呂よく入ってください。落ちてるのかどうか見落とし、首の後ろとかありますね。お風呂借りれる時とか銭湯とかそのまま行っちゃった方がいいと思う。1枚とか2枚とかだと全然落としきれてなくて、もう動乱を塗ってる状態になっちゃうので、落としても服脱げるときは脱いじゃった方がきっと落ちると思うんで、でも更衣室とかでやるとちょっと迷惑がかかっちゃったり、いろんな人がいるとこだと大変なので、
ぶつかったりもするんで、落とすときはなるべく人がいないところとかで落とした方がいいかなと思います。拭いても拭いても緑が残ってて、肉眼だと落ちてんのかなってなんかなってくるんですけど、拭いても拭いても無限に緑が出てくるんですよね。鼻の真ん中のところとか意外と残るので注意してください。鼻周りは本当残りやすいですね。口鼻周りが生え際ですね。本当に注意してください。ベージュとかブラウン系のメイクにしていくと、そこだけをうまく残して落とすこともできるので、こうやって落としていくと、こうやってその場合は落としてください。周りのメイクだけを残すように、ギリギリメイク落とさないでも帰れます。そうすると今日は全部落としちゃう。目の周りは本当にゴシゴシやらないように絶対に気をつけてください。目のこの下のところの白い動乱とかでもちゃんと落ちるように気をつけてください。そーっと拭いてくださいね。目頭とかにも結構ライナーが残っちゃうので、ウィッグを取っちゃいます。この生え際のところにも結構残ってるとニキビになったりとかする原因になるので、これ普通のファンデーションの時もそうですけど、で動乱が落ちきってからウィッグネットを取らないと髪の毛に動乱がついて大変なことになるので気をつけてくださいね。私は普通に今日化粧水というかオールインワンゲルをつけます。もうちょっと保湿した方がいいと思います。しっかりがっつり落としてしまってるので、指はちょっと緑に染まっちゃったんですけど、これは気にしないでください。指が染まっても絶対落ちるんで安心してください。1日ぐらいで落ちます。アクセサリーがなくなっちゃったりしがちなんで、こういう時とかイベントとかだとよくなくします。抜きますよく。はい、髪の毛を一旦くしゃっとなってたので直しました。帰りにさっと帰れるように復旧をしていきたいと思います。さっと帰れるようにね、ちょっと用意しておくといいと思います。すっぴんで帰るのは嫌だなって人は真似してください。手に色残ってると色移りをするんじゃないかっていう心配があるんですけど、することもあるかもしれないです。そこはあるかもしれないと思っててください。でも手に色は石鹸で洗えばまあまあ落ちるので、肌にいっちゃってるかな、どうなんだろう、わかんないんですよねね、簡単にメイクをしていきたいと思います。カバンに入ってるメイクのコスメはキャンメイクとかばっかりです。こういうのはまた今度お話しさせてもらいます。このベージュの状態でポップなメイクも撮ってるんで、ぜひぜひ他の番組も見てみてください。もうちょっとちゃんとしたメイクをやってるので、ぜひご覧になってください。鏡を見ないと目薬を入れられないんですよ。はい、やっと完成しました。これで帰れるくらいに現状復帰ができたと思います。そうですね、1時間くらいかな。メイク戻すのに1時間ちょっとくらいかかるんですけど、メイクを落とすときはなるべくこう優しく落として、で落ちきんないなって時はその場で無理に落とそうとせずに、帰ってからお風呂でゆっくり落としてください。油なので温めるだけで
すごく落ちやすくなります。あと案外お湯が落ちます。焦らずにという感じが一番です。あとは目の中にカラコンとかしてたらゴミ入っちゃったよっていうのだけ気をつけてくださいね。鼻の穴落とし忘れたりするのでほんと気をつけてください。そんな感じでした。皆さんどうもありがとうございました。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひ皆さんよかったらフォローお願いします。 Twitter はみやこコア、Instagram はみやこ_999となっております。皆さんぜひ見てみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。みやこでした。じゃあねー。